工場の方でやってる方の研ぎ直しをしていこうと思います。結構サビもひどくて、ここら辺とか欠けてたりもするんですね。はい、どうも、実行の研ぎ師のりょうたです。今日は、いつもと違う服着てるんですけど、これ実行で、オリジナルで作った T シャツになります。で、こんな感じでワンポイントで入ってたり、実行って入ってたりするんで、これ社員用で作業してる人用なんで販売はしてないんですけど、こんな感じのやつ作ったっていう報告をしますはいで、ちょっと話それたんですけど、今日はこの包丁の研ぎ直しをしていきます。でこの包丁を見てもらったら分かると思うんですけど、結構サビもひどくて、ここら辺とか欠けてたりもするんですね。で裏もこんな感じです。でこの包丁を研いでいくんですけど、これをいつものように角砥石で研いでると、めっちゃ時間かかるんで、今日はいつも普段からやってる、研ぎ直しの依頼が来たら工場の方でやってる方の研ぎ直しをしていこうと思います。でその研ぎ直し何が違うかっていうと、普通だったらこういう角砥石でやるんですけど、その工場にある砥石っていうのが、円筒って呼ばれたりするもので、なんですか、でっかい車輪みたいなやつの周りに砥石がこうぐるっとついてるものですね。でそれが縦に回るやつと、こう横に回るやつの2種類があって、実行ではその縦に回るやつを縦前って言って、横に回るやつを横前って言ってるんですけど、主にその2種類を使って包丁の形とかを直していきます。で、最後はいつもと同じように角砥石で、実行の角砥石で、本刃付けをして終わりっていう感じですね。最初にざっくり説明すると、その縦前っていうのが、角砥石でいう荒砥石と一緒のやつで、大体80番ぐらいの粗さのやつなんですけど、それを最初使って、この掛けとか形とかを修正して、でこの切り刃も当てて、ヒラって呼ばれるこの文字が入ってるところもちょっと当てて、で裏もこの裏すき、これもちょっと錆びちゃってるんで裏すきをもう一回ちゃんとした形に直して、でその後に粗の目のまんまなんでちょっと磨く作業をして、で横前っていう、横に回ってる回転の砥石を使ってこの切り刃の部分ですね、切り刃の部分の形を整えていきます。でその後に最終的に角砥石使って、その同じ切り刃のとこを研いで最終仕上げっていう感じですね。はい、ざっくりそんな感じの流れで今日は行くんですけど、この作業普段から2人でしてて、僕と社長と一緒にしてるんで、後でまた社長出てくると思います。なのでちょっと楽しみにしておいてください。はい、ではじゃあ実際に行ってみます。はい、じゃあ今から実際に研いでいこうと思うんですけど、これがさっき言ってた縦前になります。でこれを使って今から研いでいきます。はい、じゃあこれで形ある程度整えて、ここら辺の掛けも取れたんで、次はこの裏側当てていきたいと思います。
じゃあまあこんな感じで裏もだいたい当てれて、まあ、サビは落ちて、まあ、形もだいたい整ったんで、次はこっちの切り刃当てていきます。はい、はい、じゃあまあ大体研げたんで、次まあチェックも込めて社長に次当ててもらうんで、はい、お願いします。はい、初顔やし4代目の社長です。はい、ということで、まあ、最後社長に当ててもらって、でこれで今荒研ぎの作業が終わったんですけど、こいつを今から磨いて、社長が磨いていきます。はい、はい、じゃあ今社長に包丁磨いてきてもらったんで、これを今からこの横前、これ横前なんですけど、これを使ってこの切り刃の部分を当てていきたいと思います。で、まあ、これで大体この砥石が当たりやすいように当てれたら、最後角砥石で当てるっていう感じですね。じゃあいきます。
こんな感じで、はい、じゃあまあこんな感じで横前で、まあ、大体切り刃を鳴らせたんで、ここから角砥石に行きたいと思います。でまあこの時にこの刃の形も最終調整してるんで、形も綺麗になってると思います。はい、じゃあ今から角砥石で、まあ、いつものように研いでいきたいと思います。でまあ今回は、ちょっと場所は違うんですけど、使う砥石は一緒ですね。このちょっとくっつけてるんですけど、旋盤の実行の旋盤の矢場口と三千番です。これで最後小刃付けして終わりっていう感じですね。はい、じゃあまあこの2つ使って研いでいきたいと思います。はい、じゃあまずこれ裏押しなんもないんで裏押しからやっていきたいと思います。はい、で裏押し作れたら切り刃ですね。
はい、じゃあまあこんな感じで切り刃研げたんで、最後小刃付けともう一回裏押しして終わりになります。はい、じゃあまあこんな感じで、まあいつも普段やってる研ぎが終わりになります。はい、でまあこれ一回またいつものように紙を試し切りしてみたいと思います。じゃあ戻りましょう。はい、ということでまあ普段やってる工場での研ぎ直し作業でした。でまあちなみに研ぎ上がりが今こんな感じなんですけど、これ見る前にちょっとさっきの最初の状態を見てみてください。で最初こんな感じでサビが割とついててちょっと欠けもあるんですけど、今どうなったかっていうとこんな感じですね。で裏も綺麗になってます。はい、はい、ということでこんな感じで見た目もいつもの1000番の矢口使ってるんで柔らかくボケたような仕上がりになってます。で切れ味の方はどうかというと、はい、じゃあ今から試し切りしたいと思います。はい、こんな感じで結構食いつきのいい刃付けにしてるんで、お家でも結構切れ味よく感じるんじゃないかなと思います。はい、で皆さん今回の動画どうだったでしょうか。結構いろんな見たことないような砥石とか出てきて面白かったんじゃないかなと思います。で今回やったのは普段からやってる研ぎ直しの作業になるんで、研ぎ直しの依頼、刺身包丁だけじゃなくて三徳とか牛刀とか、薄刃とかも出刃とかも何でもやってますんで、出していただいたらあんな感じで研ぎ直しします。ちょっと工数今日は1本だけでやったんですけど、大体何本かまとめてあるんでちょっと工数が多くて、その日にやるっていうのが難しいんですけど、ちょっと3、4日ぐらいお預かりして研ぎ直しするっていう感じになります。でまた今回のとは違うようなもっと賭けがすごいやつとかがあったらまたYouTube の方で動画にしたいと思いますんで、またよろしくお願いします。で今回の動画見て良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。